こんにちは、アンナスです。今日はブランケットステッチの話をしようと思います。ブランケットステッチって、基本的には逆の L 字なんですけど、それがいろいろ向きを変えたりするといろんなバリエーションがあるので、その話を説明をしようかなと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では、ブランケットステッチの説明をします。ブランケットステッチっていうのは、この本が分かりやすいですね。ワードローブを彩るアンナスの刺繍教室。これです。これがブランケットステッチ。ブランケットっていうだけあって見たことあると思うんですけど、膝掛けとかそういうブランケットとか、あと刺繍ハンカチとか、刺繍が入ったハンカチとか、そういう端っこにこれが入ってると思うんですね。それがブランケットステッチっていうステッチです。で、ブランケットステッチでこのやり方がこういう感じで、基本的なやり方があるんですけど、それをぎゅうぎゅうに詰めたり円にしたりすると別のようなものに見えるんです。で、やり方っていうのは結構考えると無限に広がっていて、ネットなんかで調べるといろんな言語の人たちがいろんなやり方でブランケットやってるんですが、私がよくやっているのをいくつか紹介します。これブランケットステッチです。これですね。これが基本です。で、これをぎゅうぎゅうに詰める。ここの幅を狭くすると、ブランケットじゃなくて名前が変わってボタンホールって言って、ボタンを止めるときにありますね。こっちがボタンがあって、で服がボタン止めるときにここ切りっぱなしだとほつれてくるんで、このボタンホールステッチ、ブランケットステッチをもうぎゅうぎゅうに詰めて刺すと、ここが補強されるんで、どの服もボタンホールステッチ、今だとミシンでもねやられてるんですけど、それがボタンホールステッチ、こっちがブランケット。でもやってることは一緒です。で、ボタンホールで紹介してるものもあります。詰めてればボタンホールですね。で、あと私がよくやっているのがこれを半円にしたやつ。これは名前一緒です。あと普通に丸く刺したやつ、これですね。丸く刺したり、これ途中で止めて半円にしたものが、よく YouTube で私が使ってるんですけど、これブランケットステッチのこの半円をこういう風にするとちょっとレースみたいな感じで可愛いです。で、そのボタンホールっていうのをボタンのホールにしないでちょっと応用させた図案がこれです。これは毎月の刺繍っていうところに図案を置いているんですけど、鍋敷に6本取りでボタンホールステッチやってみたら、こういう鍋敷売ってますよね。そういう感じになったんで、いろんなステッチっていうのはいろいろやってみるといろんなものに見えたりするんで、そういうのも面白いところです。これはちょっとイレギュラーなんですけど、これはさておき、そのブランケットステッチの刺し方の説明をしようと思います。玉留めで始めます。ここでやった方がいいか。とりあえずここでやります。ちょっと下書きがあった方がいいですね。まず出します。で、針はこことここ、縦にしか動かさないです。刺すのはこの下から出して下に入れて上から出す。で、糸をかけて逆の L 字にします。で、上にしっかり引っ張ってください。針の動きはもうこれだけで、糸をかける。で、私は右利きなんで
左から右に進むといちいち糸をかけなくて楽なので、こうやってここ糸がこうねかかっている状態を作っておいて、ここにこう這わせておけばいいんですけど、この上に引っ張るだけでどんどんできていきます。で終わりはここに L 字のこの角に刺しておくとこれで出来上がりなので、例えば本当にブランケットにやりたい方とかはもう枠なくていいです。で最初に、この縦にストレートステッチが1個欲しいわけですよね。だからストレートステッチ1個作っといてください。この L 字のここ縦1個欲しいですよね。でも普通にブランケットやってるとここの部分がないので1個もう最初にあらかじめ作っといてください。作るとこれ上から始めればいいんですけど、だから三つ折りとかになってればいいのか。三つ折りとかになってればこの上から出してストレートステッチを1個作っておいて、なんか三つ折りの中に玉留めが入っているっていう状況ですね。で縦にストレートステッチをこう作っておいて、でここにくぐらせると。そしたらこのスタートがここになるのと同じですね、これ。で動きは一緒。ちょっと三つ折り作っとこう。横着してすいません。なんかハンカチとかでやればよかったですね。そう三つ折りにもうなんかミシンがこう入ってるっていう状況があるとして、だからね何でもなんか可愛いのでこれでこう上のこの裏通さないでなんか上の1枚だけこうやってすくってで糸をかけて上に引っ張る。ちょっとシワになっちゃいましたね。はい、これを繰り返す。でこれをやる時のポイントコツっていうのはここの高さ揃えてください。幅はまあいいですこんなにすごい広がってたらここなんかすごい飛ばしてるみたいな、なんかねこんなに広がってたらバレますけど、範囲内で収まってれば、だから心配な方はその1センチ置きとかちょっと印つけておいてもいいかもしれないですけど、一番これなんか下手くそだなみたいに思われがちなのはこの縦の長さがバラバラっていうのが一番下手くそ感が出るので、ちょっと1個やってみますね。なんか1個だけ長いのがあるともう一気に下手くそ感が出るんで、多分その三つ折りのこの線に合わせて刺していけば大丈夫です。こういう感じでここの高さだけはもう必ず揃える。横幅は多少違っても大丈夫っていう感じでやってください。で終わらせる時も、こう中に入れて、なんかできるだけこの三つ折りのこの中に玉留めが入ると結構見た目も綺麗ですね。こんな感じで、だからお手持ちのなんかハンカチでもタオルでも本当にブランケットでもちょっとこうやってみると可愛いと思います。でこの半円のやつもちょっと一回やっておきたいですね。ちょっと長くなりますけど、半円のはこれも下書きが必要です。これフリーハンドではできないです。なんかちゃんと私の場合図案がちゃんとあるので図案そのまま写してもらえれば大丈夫です。だいたい中4つぐらいかな。でこれもそうなんですけど、最初にストレートステッチ1個作っといてください。
れでストレートステッチを後から入れてもいいです。もうそこはお任せします。でこれを半円にさせるので、こうですね。で同じ穴に入れて出します。こうやることは同じだけど、刺す角度とかを変えるだけでこうやって変わります。でここの穴がね大きくなるんですけど、それは OK です。大丈夫。ほつれたりしないです。最悪この刺繍を全部切っちゃって抜いてってやると、ここに穴が大きく残るから、その時はしょうがないですけど、そのことはねちょっと想定外にしておいて、これで終わらせる時はここに入れる。でもし全部丸く刺してさっきのお花みたいにしようと思うんだったら、一回りいきますね。この本数はね適当でいいです。なんかあんまりぎゅうぎゅうにならず均等になってれば、きちっとやりたい方は本数きちっとこう数えて図案を写してもらえればいいと思います。でこれでもう最初にここストレートステッチ入ってるんで、もうここに刺して終わり。丸くなりました。これだとランダムに作るとお花みたいになって、こういう感じですね。ここの葉っぱはなんか自分でつけました。なんかここはサテンとかにしても可愛いし、なんかあとね、これ私はブラウスに食べこぼし大人なのにシミとかつけちゃうじゃないですか。こぼしちゃったりして、そういう時に上からお花をランダムにこう散らして、白いブラウスの時にねいちごをつけたのかなで洗っても取れなくって、白いブラウスに白い刺繍糸でいっぱいお花を散らしてカモフラージュさせたことがあります。なのでなんかそういうのにも使いやすいです。がっつりサテンステッチとかでね入れると、例えばなんかこういうお花とかだとしっかり写さなきゃいけないし、服によっては刺しにくかったりするので、こういうの便利です。もう自分のフリーハンドでタタタタっとこうね刺繍できるんで、おすすめです。これ結構使えるんで、よかったらなんかいろいろ活用してみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。